では1エンド目から10エンド目までのゲームプランの組み立て方についてですが、序盤の1エンド目から3エンド目ぐらいですね、ここはアイスの状態がわからないっていう中での試合が始まっていくので、割とアイスを読む、他は自分たちの石の特徴をつかむというのに使われやすいのが1エンド目、2エンド目、3エンド目。もちろんですね、大会の中盤だったりするとアイスの状況も分かってくるので、そうなるとどれぐらい曲がりがあるっていう、どれぐらい滑るのかっていうのが分かってくると、もっと早い段階で攻める場合もありますが、基本の考え方としてはこの序盤にしっかりアイスの状態と自分たちの石の状態をつかむというのがセオリーなので、割と点数はそんなに動かないっていうパターンがあると思います。例えば0対0で次のエンドに行って2エンド目で2点を取る、そんなに大きく試合を動かさずに石の状態、アイスの状態を読むことを目的として進めていきます。次に4エンド目から6エンド目、中盤ですね。中盤になってくると、もうアイスの状態、石の状態も分かっているので、じゃあここからどんな風に点差をですね広げていけるかっていうのを考えていきます。なおかつこの5エンド目と6エンド目の間にですね、ここにハーフタイムがあります。テレビでよく見るなんか食べたりだとか、コーチと接触したりっていう時間が持てるので、これも含めつつのこの中盤はこの後半のエンドに向けての点数をあんまりね離されないようにしつつ、自分たちがしっかりリードを保っていけるような形にしていきたいので、割と試合が動いていくのがこの4エンド目、3エンド目、4エンド目ぐらいですね。ハーフタイムまでに例えば負けが点数が開いてるっていうんであれば、5エンド目終わる頃にはしっかり同点で終えたいっていう考えに行ったり、例えばリードができそうだというんだったら、この6エンド目に向けて点差、1点差なり2点差なり勝ってる状態で後半に行きたいっていうような考え方をしていきます。ここでしっかり8エンド目、さっき言ったいかにね10エンド目に後攻を持つかっていう流れでいくために、8エンドに後攻を持つ流れというのを5、6、7、8ぐらいで考えていきます。8エンド目にね後攻を持つのに、この序盤からこう計算高くいってしまうとなかなか思い通りにいきません。なので序盤にそこまで考えるのではなく、序盤はしっかりアイスを読みつつ、自分たちのコンディションも整えながら、いつでも攻められるぞっていう状況を作りながら中盤を迎える。中盤でしっかり2点を取って1点を上げる、2点を取って1点を上げるというような形が作れると、いい状態で8エンド目を迎えることができます。ここで気をつけなくてはいけないのは、8エンド目の時点で点差をやはり少なくしておく。1点差、2点差ぐらいであれば10エンド目までにもしっかり追いつけたり、勝ち越したりっていう考え方ができるので、8エンド目ぐらいまでは点数を離されないで展開していくっていうのが非常に大事になっていきます。